はい、こんにちは、シトレイです。今回はですね、楽天ファッションウィークボリューム3ですよね。この動画では私の推しのブランドたちのショーだったりとかプレゼンテーションをご紹介したいなと思っております。まず最初はですね、ヨークですね。我々の好きなヨーク。なんとなくの初見ですけど、こなれたお兄さんが多い気がします2メートルまで近づくとおしゃれみたいな感じの良い意味でですよ、はい、重箱の隅をつつくようなおしゃれが多いと思います。いいと思いますヨークはですね、この間ファッションプライズオブ東京を取って、それで今年の1月ですかね、メンズのパリのファッションウィークの時にショーをやったんですよ。で割と評判が良かったというのを聞いておりますね。1月のショーとはまた違うショーをするよというのをゴーくんが言ってて、どんな感じか、どう違うのか楽しみです。あなたちょっとねえ、別に打ち合わせしてないけどおソロのパンツ履くのやめない？ちょっと恥ずかしいじゃないですか。ちょっとだって一応ヨークだし、ヨーク着ていこうと思ったらよりにもよっておソロですよまあツインに行きましょう。ツインに行きましょう。はい、今ちょうどですね、会場の中入ってきたんですけれども、映像が映し出されてて、多分これパリで撮った風景じゃないかなっていう感じなんですけれども、そういうものが流れてます。今ノート見てるんですけども、インスピレーションソースですねは、画家のジャン・アルプっていうシュールレアリズムを代表する彫刻家の方がいるんですけども、その人がインスピレーションソースになってるってことで、彼って自然界に直線はないっていう概念に基づいてるんですよ。だからその直線はないっていうところで立体的にその服組み立てたりしてるんじゃないかなっていうのが私の見立てです。あとはですね、新たにウィメンズラインもスタートしますっていうところですね。あくまで女性の体に寄り添う本当に美しいシルエットを追求したみたいなことを書いてありますね。なのでそこら辺にも注目かなと思いますね。ファーストルックです。レディースじゃないかな、ファーストルック。そうですね、ヒール履いてるし、スーツに革ジャン着てますね。またレディースが来ました。でもなんかヨークのレディースって感じは、なんかヨークフレーバーがするのはどこからゆえなんだろう。なんかすごい立体的なバッグあるけど、さっき言ってた彫刻家の方のやつをオマージュしたんでしょうか。すごい結構レディースついてますね。これどうなってんだ。マフラーを腰にかけてるみたいな感じなのかなですね。スタイリングですね。これ私好きなやつですね。アイラインのスカートがすごい今っぽいなと。腰にグローブアクセントして巻いてるのもちょっとポイントとしていいですね。でもデザイナーの寺田さんの美意識っていうのはメンズレディース両方にも感じられる共通するものがあるなというのを感じます。てかパンツの形やっぱ綺麗ですよね。私が今気になってる赤じゃないですか。こういうね、首に巻き巻きするのもね、大人の女性にちょっと流行ってるんですよ。で、同じ色の素材があっていいですよね。このボタンが掛け違えたみたいな曲線になってるのが、そのジャールブさんの曲線っていうところをオマージュしているみたいですね。これ冬の明智じゃないの来冬の明智が通りますみたいな感じになってませんか、あなた。腰に巻くようになっちゃって、本当に結構ウエスト位置高めにポイント置いてますね。細いベルトで。今回あれですかね、レディースに全振りしたのかな。メンズが今のところ一つも出てこないなと思っております。でもそれはそれで新鮮ですね。見応えがある。真ん中の紐でインナーシルエット変えれるパターンのやつですね。この色使いがなんとなくヨークっぽいなと思いました。なんか巻きスカートのようなパンツのようなやつはこのショーよく出てきてますね。これなんだろう、ベストかな。こういうベスト多分あると使うやつですね。割と使えるんじゃないでしょうか。また首に巻いてる。私パリでこういうなんかエディターの方の上の方のお姉様方いっぱい見たよ。こういう着方かっこいいですよね。なんとなくスタイリング、腰にポイントを置いてるなという感じですかね。そしてこれはゆかりおさんではないのですか、私の好きな。ちょっと髪型変わりましたね。ほんと最初から最後までザ・レディースで終わりましたね。すごい潔い。かっこよかった。いや、大人の女性に向けたって
っていう感じですね。はい、明智さんが携帯を取り出しました。自分のカメラで撮ろうとしてます。黄金か何かで俺ビョークのレディースのファーストシーズン見てたんだよねってネタにするつもりだよ。寺田さんが出た。あれ髪の毛切った。おめでとうございます。じゃあ、花江さん、ヨーク、レディース初登場だったと思うんですけども、感想はいかがだったでしょうか。やっぱりすごい素敵で、ね、レザーとかニットとかそのスタイリングの素材の表情の豊かさとか、あとなんかカラーのアクセントレッドとか赤とかね、綺麗だったね。効果的、ニットも首に巻いたり腰に巻いたり、ちょっとこうコートの上からカーディガン着たりみたいなスタイリングのヒントもいっぱいあって、確かにこういう風にこう立てたりしてたもんね。なんか早速立ててるって思ったな。ヨークらしさと今年らしさみたいなのがギュッと詰まっててかっこよかった、かっこよかった。ありがとうございます。はい、ヨークの次はですね、エンフォルドですね。今ちょうど目黒の庭園美術館にいるんですけども、庭園美術館の入り口のエントランスみたいなところが野外の紹介場みたいになってますね。で、エンフォルド自体はですね、どんなブランドかと言いますと、2012年にスタートしたからもう15年弱やってるブランドで、デザイナーさんが上田瑞希さんと言って、大人が安心して着られるブランドっていうのをテーマに掲げたんですけども、私のなんとなくのイメージですよ。すごく構築的で色がカラフルなイメージがありますね。もうちょっとカジュアルラインで、ラゴスタンスというショーは見たことあるんですけども、それも結構色がカラフルでポップで遊び心があって、大人が安心して着れる服って結構コンサバに見られがちじゃないですか。コンサバとは真逆なところ行ってるなっていうのが私の印象です。今ちょうど座ってるんですけども、なんか一人一個イヤホンもらって、ヘッドホン？一人一個ヘッドホンでした。もらって、なんかサブカルの女の人みたいになってませんか？大丈夫ですか？私の予想ですよ。ここ住宅地でもあるから大きい音出しちゃダメなんだと思う。だからここで音楽を聴いて歩くっていう形なのかなと思っております。爆音流れたらすいませんね。ファーストルックです。黒一色ですごくシルエットが削ぎ落とされているというか、でも形は変わってるんだけれどもっていう感じですかね。今シーズンのテーマがリビングスクラクチャーって言って形を意識しているということですね。確かにちょっと穴が開いていたりだったりとか、一見シンプルなんだけれどもちょっと形が違うみたいな。色味もすごく抑えていますね。スカートに針金が入って多分ここ形変えられる仕組みですね。そして靴がねちょっと変わってるんですよ。ちょっといびつな靴というか、玉を入れて溶け出したみたいなちょっと不思議な形の靴になっておりますね。ここら辺とかは結構素材が綺麗でも靴のその違和感があるからシンプルな服がいきますね。面白いね。このマフラーを中にこう入れ込んでるスタイリング、ちょっとスタイリング提案として面白いなと思いました。そうするとねマフラーなくさないからね、たまに落としますよね、自転車とか漕いでるとね。バイカラーなのかな。今シーズン割とカラフルなのがテーマに入ってるので、これもなんとなく今っぽいなという感じがしますね。ビビッとかけるパステルの色の使い方、私結構これ好きですね。これリアルクローズとしていいんじゃないでしょうか。でも手がバルタン星人なんですよ。それがなんかちょっと違和感みたいな感じなのがいいですね。こういうのは着やすそうな感じがする。でもなんか違うんだろうね。何が違う？何も違わないこの色使いもいいですね。グレーパステル蛍光っていいですね。このファサファサのスカート可愛くないですか？持ってそうですか？持ってないです。紫のやつは多分持ってないです。だから多分買っていいと思います。これなんかなんだろう、スタイリストのアシスタントの人かな、めちゃめちゃよく運んでますねいいですね。白の靴の抜け感がいいですね。そして形の違和感みたいなところが、トップスが割とベーシックなものだけにやっぱ小物でなんかこう気持ち悪さを演出するのはいいですね。ベーシックカラーに差し色の蛍光黄色っていうのはいいですね。色の取り合わせの参考になるなというのがメリット思いますね。いいですね。ベージュとパープルみたいな。あと素材がベルベットなのかな。この素材のこう違和感というかずらしみたいなのも面白いなと思います。折り紙がたくさんついたような、折り紙立方体がたくさんくっついたような感じにしますね。やっぱ襟高いんだ。これはモテるやつ同じ白でもこれは同性にモテるやつ。小さい前習いの坊主は何なんですかね。こ
これは、白のムックで黒がポイントになっていると。なるほど、面白いな、色の使い方が。これはちょっと針金の入ったシリーズですね。スカート重ね履きみたいな感じになってますけれども、これもなんか三角フラスコみたいな感じになってますけれども、こっそりちっちゃい子供とかを忍ばせて入りたい時にはぴったりなんじゃないでしょうか。スカートの中入っといてみたいな。なんでさ、特別な武道会とか行かないか。武道会って何だろう私何言ってんでしょう。よく見るとファーストルックも針金が入ったやつだから、ファーストルックの長いバージョンがラストルックなんですね。なるほど、そう言って呼応ができるわけだ。はい、次はズッカですね。ズッカの青山のお店で開催っていうところなんですけども、表参道の駅から本当 2,3 分だよね。で、ズッカどんなブランドかっていうと結構昔からあるんですけど、私が若い時めちゃめちゃ人気だったかな。で、2011年にズッカ作った小野塚さんって方がすごいカリスマな方がいらっしゃるんだけど、それ退任した後はずっとそうデザイナー立てずにデザインチームでやってたんですよ。で、ついこの間から新しいクリエイティブディレクター入れて、それが金正フィルの2人でやってるんだけど、1人の馬場さんって方がやり始めて今って感じですかね。結構ねクリーンな感じになったなっていう。メンズレディースで両方あるかな。ベーシックみたいな感じ。はい、会場の中に入ってきたんですけども、会場は店舗ですね。1階の店舗を今ちょっと椅子とか置いて会場にしてる感じなんですけども、今ノートを見るとですね、ズッカメティエっていう新しいラインが始まったらしくて、ズッカメティエっていうのは新しい日常着を提案するズッカを象徴するラインになるらしいんですけども、こだわりはあれですね、生地ですね。日本製で作った生地で、そこのこだわりをこう打ち出していくっていうところから、それも考えると金正フィルのデザイナーの馬場さんが就任したのもすごいうなずけるなと。金正フィルもすごい素材にこだわってるブランドだから、それと相性がいいんじゃないかなと思っております。ファーストルックです。ノートには晩夏から始まって冬まで活躍するアイテムみたいなことを書いてありましたね。で、最初はミニマムなんだけども、だんだん、アイテムが重ねられていくって書いてあったので、イメージ的にファーストルック、セカンドルック的には夏の終わり秋の始まりみたいなところのシーズンかなと思っております。いいですね、紫の差し色。青のグラデーションが綺麗ですね。これも同じブルーなんだけども、素材が変わると表情の見え方変わりますね。このパンツの形綺麗ですね。この色合い好きですね。緑と茶色のチェックのセットアップになるのかな、腰持ってるから。このナスコンみたいな色よく見ますけど、なんかズッカっぽい色のズッカを象徴する色の一つのような気がします。これも色のレイヤードが綺麗ですね。襟、袖、裾ちょっと出す感じがいいですね。で、だんだん重い重量になっていくと。やっぱ色綺麗ですね。これの水色の青のグラデーションも良いですね。よく見ると足元のストッキングもブルーなんですね。小技が効いております。赤と黒のスタイリング、水色のパンツかますことによってすごい色のアクセントになってますよね。だんだん寒くなってきて、なんかこう気持ち的には冬なスタイリングになってきましたね。これもいいですね。あと肩にかけたなんかカーディガンっぽいやつあるじゃないですか。あれね、今ね今シーズンかけとくと今っぽく見えるんですよ、なぜか。究極の日常服を追求するっていうスタンスだったと思うんですけども、だからこそスタイリングだったりとかレイヤードで見せてるのかなという気がしましたね。パリでも見てて思ったんですけど、やっぱこういう温暖化が進んですごい暑かったりすごい寒かったりする体温調節難しいじゃないですか。だから大きいあったかいアウタードーンって買うよりも、いろいろ重ねてって体温調節なりをしていった方がいいんじゃないかみたいな提案が結構見られたんですけども、ズッカに対しても同じことが言えるのかなと思います。フィナーレです。
はい、お疲れ様でした。綺麗だったね。あとその日常着っていうところの中の表現できることをすごいやってて、私は見せ方すごい好きでした。だんだんこうレイヤードして暖かくなって暑くなってきたじゃないですか。あれが晩夏から冬に行くに従ってみたいなのを見れて、なるほどなと思うし、こういうふうに例えばスタイリングすればいいんだみたいな参考にもなるんじゃないかなと思いました。皆さんはどのショーが気になったでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。またその次もお楽しみに。じゃあねまだあるから